皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回は先日発表されたニコン ZF のフィルムグレイン機能についてお話ししたいと思います。この機能、名前を聞くとちょっと専門的に感じるかもしれないんですが、簡単に言うとデジタルの写真にフィルムのような粒子の質感を足すことができる機能のことです。例えばこの写真のように粒子感を加えることで雰囲気のある写真に仕上げることができます。今までのミラーレスカメラってすごくシャープで綺麗で解像感抜群で撮れる反面、どこかつるんとしていて味が足りない、そんな風に感じたことはありませんでしょうか。そんな時に使えるのがこのフィルムグレインという機能です。写真の中にほんの少しざらつきを加えることで見た目に奥行き感や温かみが出て、簡単にフィルムっぽい写真に仕上げることができるようになります。今回の動画ではこの新機能のフィルムグレインの仕組みや設定方法、そして実際に使ってみた作例を見ながらどんな写真が撮れるのかなどをお話ししていきたいと思います。カメラを始めたばかりの初心者の方でもこういう表現ができるんだと楽しんでいただける内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラと過ごす日常をちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューだったり作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録だったりコメントをいただけると励みになります。では早速なんですが、こちらの今回のフィルムグレインの機能がどんなものなのかを見ていきましょう。この機能はニコン ZF のファームウェア 3.00 というアップデートで新しく追加されました。ファームウェアというのはカメラの中で動いている頭脳のようなもので、定期的にアップデートすることで新しい機能を使えるようになったりとか、あとは不具合が治ったりするようなものになります。今回のアップデートではその中にフィルムグレインという項目が増えました。設定画面では写真撮影メニューや動画撮影メニューから選ぶことができます。これをオンにすると撮った写真だったりとか動画に粒のような質感が加わります。設定できるのは写真の場合だと主に2つの項目です。1つは粒の大きさ、グレインのサイズですね。これは S、M、L の3種類から選ぶことができます。グレインの粒が小さいと繊細で滑らかな雰囲気、粒が大きいとちょっと粗めでレトロな印象になります。もう一つは粒の強さも変更することができます。こちらは写真の場合だと6段階で調整できて、弱くすればうっすらと控えめなざらつき、あとは強くすると見た瞬間にフィルムっぽいと感じるほどしっかりとした粒になります。写真を撮る時のこの機能のポイントは JPEG 撮影の時に直接反映されるというところです。つまり後でパソコンで加工しなくてもカメラの中でフィルムのような味を出すことができます。これまでライトルームだったりダヴィンチリゾルブなどの編集ソフトを使ってフィルムルックを作っていた方にはもちろん、編集があまり得意じゃない方とか時間を短縮して楽しみたいという方にもすごく便利な機能だと思います。ちなみに私は普段この ZF で撮るとき NX スタジオで自分で作ったピクチャーコントロールをこのカメラに入れて使っています。ピクチャーコントロールというのは、簡単に言うと写真の色やコントラストのレシピのようなものです。ニコン純正のソフトの NX スタジオを使えば明るさだったり色味、あとはコントラストを自分好みに調整してそれをオリジナルのルックとして作ることができます。そして今回のフィルムグレイン機能をそこに足すと自分の作った色味にアナログっぽい質感が加わってさらに深みのあるトーンに仕上げることができます。例えば少しコントラストを落とした柔らかい雰囲気のシーンに弱めのグレインを足すとまるで古いフィルムで撮ったような雰囲気を楽しむことができます。もし自分でピクチャーコントロールを作って試してみたいという方はニコンの公式のソフト、先ほどお話しした NX スタジオを使って作ってそれを SD カード経由でカメラに入れることができます。手順もそんなに難しくないので興味のある方は後半で少しだけそのやり方も紹介していますのでそちらもぜひご覧ください。
そしてこちらのフィルムグレイン、なんと動画撮影でも楽しむことができます。残念ながら現時点ですと10ビットでの撮影では使用ができず H2648 ビットのみとなってしまうんですが、それでも簡単におしゃれな映像を楽しみたいという方にはこの機能とても役立つんじゃないかなと思います。私の場合だとインスタグラムのストーリーズとかにさっと上げる時なんかもスマホに転送してさっと投稿ができるので、そういう使い方をしたい方にはすごくおすすめかなと思います。では次にこのフィルムグレインを実際にどこで設定するのか、このカメラの操作の流れを見ていきたいと思います。まずファームウェアアップデートのバージョン 3.00 にしたら ZF のメニューを開きます。そして撮影メニューの中にあるフィルムグレインという項目を選びます。写真撮影メニューにも動画撮影メニューにも同じ項目があります。先ほどお話ししたようにこちらの機能は静止画でも動画でもこの効果を使うことができます。こちらを開くと設定できる項目、写真の場合は2つあります。1つ目は粒の大きさ。これはスモール、ミディアム、ラージの3種類です。小さい粒はさりげなく、大きい粒にするとかなりフィルムっぽさが強く出るような感じになります。そして2つ目は強さ。こちらは6段階で調整することができて、6にするとかなりはっきり粒が見えるような感じになります。私のおすすめはグレインサイズはミディアムあたりで、強さは2か3あたりを使うことが多いです。柔らかくてすごく自然に見えるので日常スナップにもすごく使いやすいと思います。設定をオンにした状態で撮影をすると写真に粒の質感を与えてくれます。ただしこの粒はローデータには含まれず JPEG や動画の仕上がりに直接反映されるような形になります。なのでローで撮る場合は後から自分で加える必要があるんですが、 JPEG 派の方や撮ってすぐ使いたいという方にはとても便利です。撮影しているこの背面液晶にはグレインは表示はされないんですが、再生画面で撮影した写真を確認するとフィルムグレインが加わった写真が記録されています。先ほどお話ししたように NX スタジオで自分で作ったピクチャーコントロールをカメラに入れて、そこにグレインを重ねて撮影するのもおすすめです。自分だけの色と質感を作り出せるのがこの ZF のすごく手軽で面白いところかなと思います。フィルムグレインのその設定自体はとてもシンプルですが、撮影シーンだったりあとは被写体によって印象がかなり変わるので、まずはいろいろ試しながら自分の好きな粒の量を見つけていくのも楽しいと思います。ちなみに自分のオリジナルのカスタムピクチャーコントロールをカメラに入れる方法についてですが、まずは NX スタジオを立ち上げて自分の好きな写真、これを選択します。その後で自分の好きなピクチャーコントロール、何でもいいので選択をしてコントロールパネルを調整していきます。自分好みに調整した後でこちらのカスタムピクチャーコントロールとして保存をクリックします。名前を付けて保存すると、ここでようやくまずは NX スタジオ内に自分のカスタムピクチャーコントロールが登録されるという風になります。続いてこれを今度は SD カードへ入れる方法についてですが、まずは NX スタジオの上部メニューからツールカスタムピクチャーコントロールの管理を開きます。先ほど作成したものが表示されていると思いますので、それを選択して書き出しボタンを押します。保存場所を選択するとファイル形式 NP2 か NP3 で保存されます。そしてこのファイルを SD カードへ入れます。SD カード内のニコンフォルダーの中にカスタム PC というフォルダを作成してその中に入れます。その SD カードをカメラに入れて静止画撮影メニューの中にあるカスタムピクチャーコントロール、メモリーカードを使用、カメラに登録まで行うと自分の作ったものがピクチャーコントロールの中から選んで使えることができるようになります。私は写真撮影の時はこのカスタムボタンにピクチャーコントロールを割り当てて、よく使うのが最近はモノクロかニュートラル
あとは自分の作ったピクチャーコントロールのどれかで撮影をすることが多いです。一応ローでも記録をしているので、もっと違う雰囲気に仕上げたいなっていう時はライトルームに取り込んで自分の好きなように編集をして楽しんでいます。ではここからは実際にこのフィルムグレインを使って撮影した作例をご紹介していきたいと思います。今回は秋のコスモス畑とテーブルフォトを中心に撮影をしてみました。写真と動画どちらでもこの機能を試しています。まずはコスモスの写真からご覧ください。この日はお昼前後に撮影をしました。こちらがフィルムグレインオフの写真になります。こちらはライトルームでローで現像したものになります。シャープで花びらの質感が綺麗に出ていますが、どこかデジタル的な整いすぎた感じもありますよね。そしてこちらがフィルムグレインをオン、粒をミドルと強さは3に設定をして撮っています。こちらは取って出しの写真になります。よく見ると空の部分だったり花の影にうっすらと粒のような質感が残っていて、全体が少しだけ柔らかく見えると思います。コスモスの花びらが光を透かしている感じだったりとか、背景のボケ感がほんの少しもやっと溶ける感じがまるで昔のフィルムで撮ったような雰囲気になります。特にこういう淡い色の被写体にはこの控えめな粒がよく似合うなと思います。優しい色を残しながらも写真全体がどこか懐かしく見えますよね。もしポートレートなどを撮る時も肌の質感を少し柔らかく見せたい場合にはこの設定がちょうどいいんじゃないかなと思います。今度また私の双子の妹にモデルになってもらってこちらは撮影して試してみようかなと思っています。続いてご紹介するのはテーブルフォトの写真です。ピクニックで撮った私のとある日のランチ、そして自分の作ったインテリアやカメラアクセサリーも撮影してみました。光が柔らかく入る場所で撮るとフィルムグレインの粒が光の中に溶け込んで写真に少しだけ温度感が加わる感じがわかると思います。こちらはグレインのサイズはスモール、強さは2で撮影をしています。ほんの少しの粒を入れるだけで逆に解像感のある写真にも見えますよね。一方で強さを4にすると少しザラッとした雑誌っぽいルックに見えると思います。これは物撮りや商品写真でもすごく面白いと思います。私は普段 NX スタジオで自分で作ったピクチャーコントロールを使っていますが、そこにフィルムグレインを足すと色と質感の両方に自分らしさを加えられる感じがしてすごく気に入っています。例えば少し低彩度のルックに粒を重ねると静かな午後の空気感まで映り込むような、そんな独特の世界観に簡単に仕上げることができます。同じ構図でも粒の強さを変えるだけで印象が結構変わります。こちらは強さ1、2、3、4、5、6の比較の写真です。1では柔らかく自然なトーン、3くらいになるとフィルムらしい質感、5になるとかなりザラッとした映画のワンカットのような雰囲気になります。写真でも動画でもどの強さが心地いいかは本当に人それぞれだと思います。だからこそ自分の好きな粒の量を探すのがすごく楽しいところです。実際に撮ってみて感じたのはフィルムグレインはレトロ風のエフェクトではなくて写真の中に少しだけ記憶の手触りを残すための機能でもあるということを感じました。目で見たままではなくてその時に感じた空気を残したい時にこの機能がすごく効いてくると思います。写真を見た時に感じる空気の重さだったりとか光の柔らかさとか、そういう目に見えないものを形に残してくれる、そんな印象があります。例えば完全にクリアでノイズのない写真はそれもそれですごく素敵だと思うんですが、どこか完璧すぎて逆に冷たく感じることもあると思います。でもそこに少しだけ粒があると写真の中に時間だったりとか感情のようなものが滲んでくる、それがフィルムグレインの一番の魅力だと思います。最近はこのカメラを使うときは綺麗に何かを写すっていうよりもその時の空気を残したいという気持ちが強い気がします。例えばテーブルの上のコーヒー、
湯気が揺らぐ午後の光、その静かな時間にほんの少しだけ粒を足すことで音のない温度みたいなものが写真の中に閉じ込められる気がします。コスモスを撮った時もそうでした。秋の空気感だったり風の冷たさを残したくてグレインを少し足しました。デジタルの写真だけどどこか懐かしい、そんな仕上がりになったかなと思います。結局この機能の面白さは完璧な画質を目指すためではなくて、記憶に近づくためのものでもあると思います。写真がただの記録じゃなくて思い出の温度を伝えてくれるようになるというか、それがフィルムグレインの魅力だと感じています。ここまででニコン ZF の新しいフィルムグレイン機能についてお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。実際に使ってみるとこの粒は単なる効果ではなくて撮る人の感情を少しだけ写し取ってくれるような、そんな存在だなと感じました。この機能は使い方次第で本当にいろいろな表現ができます。例えば旅先でのスナップで懐かしい街の空気を残したい時、または自分の作品や小物を撮る時にちょっと温かみを足したい時、そんな時にフィルムグレインを少し加えると写真がぐっと記憶っぽくなるような気がします。もちろん強めに入れてフォトブック風にザラッとしたトーンにしたり、動画で少しシネマティックな質感を演出したり、ZF はそうしたクリエイティブな遊び方ができるカメラだと思います。そして何より自分で作ったピクチャーコントロールを組み合わせることで色と質感の両方を自分らしくかなり手軽にデザインができます。これはニコンのカメラならではの面白さかなと思います。フィルムグレインを入れることで写真や動画にほんの少しの不完全さが加わります。でもその不完全さこそが人が感じる心地よさにつながっている気もします。写真ってただシャープで綺麗なだけじゃなくて、その中に時間や空気が感じられるとぐっと魅力のあるものになると思います。だからこそ私はこの機能をデジタルの中にあるアナログのぬくもりとしてこれからも楽しんでいきたいと思っています。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひご登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よろしければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。